皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、アメリカのトランプ大統領が新型コロナウイルスにかかったことが分かりました。このニュースそれ自体は、どのメディアにおいてもトップニュースで伝えられるような大きなニュースです。しかし、それらのニュースを見ていると、常にその焦点となっているのは、目の前に迫っている大統領選挙への影響といったものが主です。しかし、このニュースの本当に大事なところは、その先です。大統領選挙において、例えばトランプ大統領が負けたらどうなるのかといった話や、中国がこの件に関してどう考えているのかといったところをもう少し考える必要があるのではないでしょうか。今回はそのことについて触れていきます。それではトランプ大統領の現状に対する関連ニュースをどうぞ。コロナ感染のトランプ、発熱や疲労感の症状、軍医療施設に入院。アメリカホワイトハウス高官は2日、新型コロナウイルスに感染したトランプ大統領がワシントン郊外のウォルター・リード米軍医療センターに入院すると明らかにした。必要に応じ緊急の治療が受けられるようにする予防的措置で今後数日入院するという。関係筋によると、トランプ大統領は発熱している。ホワイトハウスのショーン・コンリー専属医は疲労状態にあるもののしっかりしているとし、アメリカリジェネロンが開発中の抗体カクテルを投与していることを明らかにした。また、メラニア夫人には軽度の咳と頭痛の症状があるという。マクナニー大統領報道官は、用心のため、そして専門医らの提言を踏まえ、トランプ大統領は今後数日、ウォルター・リード軍医療センターの大統領執務室から職務をこなすと述べた。トランプ大統領は同日未明、新型コロナに感染したとツイッターへの投稿で明らかにした。メドウズ大統領首席補佐官はその後、トランプ大統領は軽い症状を発症しているものの、執務不能には陥っておらず、自主隔離して職務を継続していると説明していた。アメリカ大統領選挙まで残すところ31日となる中、再選に向けた選挙活動に影響が及ぶのは必至だ。病気の症状は軽いというニュースが流れている中で、一方ではこの事態を踏まえて、経済界は動き出しているというニュースがあります。各国銀行や投資家、アメリカ大統領選のバイデン勝利を想定、トランプのコロナ感染で。トランプアメリカ大統領が新型コロナウイルス検査で陽性反応を示したことを受け、世界の銀行や投資家は対抗馬の民主党候補バイデン氏の勝利に向け準備を進めている。ロイターは9月30日、大手金融機関が11月のアメリカ大統領選結果の判明が遅れ、選挙後の数日間、もしくは数週間、各国の株式や債券市場が混乱するリスクを意識し始めていると報じた。ただ、トランプ大統領が2日未明に新型コロナに感染したとツイッターで発表。これを受け、銀行や投資家はトランプ氏の選挙活動が制限され、大統領選で勝利する可能性が低下するとの見方に急速にシフトした。ヘラクレス・インベストメンツの最高経営責任者、ジェームズ・マクドナルド氏は、トランプ氏のコロナ感染により、機関投資家は民主党政権の樹立と、それに伴う税制、貿易、予算への影響に備えるだろうと指摘。市場のボラティリティに備え、機関投資家がポートフォリオのリスクを減らし、ヘッジを増やすと予想すると述べた。2日の原油や株価は、トランプ氏のコロナ感染を受けて下落した。ここで出てきているボラティリティとは価格変動のことです。ボラティリティが大きいということはすなわち市場の激動を意味します。政権が変わるということはそれに伴って政策も大きな変更を迎えるわけですから、それによって市場も大きな影響は避けられないというわけです。資本市場に携わる銀行関係者はこの日、あらゆるシナリオを想定したストレステストを実施しているとしながらも、大統領選に向けたシミュレーションの焦点をバイデン氏の勝利とそれに伴うボラティリティやヘッジ戦略への影響に傾けていると明かした。別の銀行員はトランプ氏のコロナ感染はバイデン氏が勝利する可能性を高め、訴訟などの可能性を低下させたと述べた。アメリカ大統領選挙に関するロイターの最新全米世論調査によると、乱戦模様となった9月29日の第1回候補者討論会後も、バイデン氏はトランプ氏に対し9ポイントリードを維持している。トランプ陣営は予定していたイベントについて変更や延期をすると発表。10月15日の候補者討論会が開催されるかは不明。一部ではトランプ氏のコロナ感染を受け、大統領選の焦点がアメリカの経済からパンデミック世界的大流行に戻ると指摘されている。
トランプ大統領が新型コロナウイルスにかかった出来事、このことをプラス材料へと変換することは非常に困難です。基本的にはマイナスの材料としかなり得ません。なぜならばこの後、たとえトランプ大統領が素早く回復したとしても、そのことはマイナスからゼロへと戻す出来事にしか過ぎず、プラスへと転換することは難しいからです。トランプ大統領が報道陣の前に出てきて、新型コロナウイルスにかかったがあっという間に回復した、こんな病気は大したことないんだといった話をしたとしても、アメリカにおいて新型コロナウイルスによる犠牲者というものは非常に多く、新型コロナウイルスを軽視するような発言をすることは決してプラス材料にはなり得ないからです。トランプ大統領を支持する人たちはそれでも良いかもしれませんが、大統領選挙に勝とうと思った場合には、そのような自分の支持者固めだけでは勝利をつかむプラス材料とは言えません。また、新型コロナウイルスにかかったことそれ自体が大統領選挙にも大きなマイナス材料となります。それはこれまでの行動というものを変えなければならないからです。対立候補のバイデンが引きこもり戦略であるのに対して、トランプ大統領は積極的に多くの支持者たちの前に現れる戦略を取ってきました。大きな会場を取り、その大きな会場にたくさんの支持者を集めて彼らの前で演説する。その中において連帯感や愛国心を煽ることによって支持者固めを行ってきたのです。この行動そのものが今後はできないとなれば、それは大きなマイナスとなるでしょう。また、ここまで述べてきた話というのはあくまでもトランプ大統領が素早く病気を克服した場合の話なわけですが、そうでないというシナリオも当然あります。新型コロナウイルスに対してどのような人物がリスクが高いかというのはある程度定まってきました。その中において高齢者であること、基礎疾患があることといったことに加えて、現在では肥満についても大きなリスクになると言われています。それこそ肥満というものは基礎疾患へとつながりやすい条件でもあります。ですからトランプ大統領の場合だと高齢であること、そしてあの体型から見てもわかるように BMI、肥満度数というものも高いでしょうから、新型コロナウイルスによって重症化するリスクというものが高い人物です。ですから素早く治るのにであればまだまだ影響というものは少ないのですが、この後重症化すればそれこそ選挙戦にとっても致命傷となり得ます。病気で倒れた大統領候補となれば当然のように次の大統領を任せようという機運が急速にしぼんでしまうからです。また大統領選挙も続行が困難となれば当然のようにバイデン氏リードのままで選挙本番を迎えるようなことになれば、これは最悪の展開だと言えます。現在のところトランプ大統領の症状というものは軽いと言われていますが、あくまでもそうした最悪のシナリオに備えなければならないと考えているのが政治家やビジネス街の人たちです。現在アメリカの経済というものは回復基調にあります。新型コロナウイルスによる被害が最も大きくその悪影響が及んだ時においては失業率は 14% を超えました。そして現在のところはその回復期にあり、失業率は 7% 台へと改善をしています。ですからこの傾向それ自体が続けば、国民の多くが自分の生活というものが戻ってきたということを実感することによって、トランプ大統領をもう一期させても良いかなという機運が高まるはずです。しかし一方において健康問題でトランプ大統領が倒れたままとなればそのようなシナリオは存在しませんし、たとえ早く回復して戻ってきたとしても新型コロナウイルスの問題というものがもう一度着目されて経済の問題から国民の目が離れることになれば、トランプ大統領にとってはやはり良い材料とは言い難いのです。ただしアメリカにおける世論調査というものはどこまで信用できるかという点においては、どこの国においても世論調査というのはあくまでも傾向を示すものであって、実態その全てをつかむことは不可能であるということを言及せざるを得ません。日本においてもそうですし、アメリカにおいてもそうなのですが、あくまでも調査対象というものは絞られていますし、その絞られた対象に対してどのような質問をするかといったそういったやり方についてもある程度の差というものが存在してしまうのです。ですから大統領選挙その当日において投票数がどうなっているかというのが最終的な結論であり、現在行われている世論調査の結果によってバイデン氏がリードしているというのもあくまでもデータの一つに過ぎません。第1回の討論会においても
バイデン氏への評価が高いというところもあれば、一方でトランプ大統領の方がよりアグレッシブで大統領にふさわしいと答える人たちが多い、そのような結果が出ているところもあります。ですからどこの会社がどのような質問をするかによっても、一つの討論会という出来事を通しても評価というものは変わってくるものなのです。そしてこのような大統領選挙における大きな混乱が見られることは、中国にとっては非常に歓迎すべき事態でしょう。現在のところ下火にはなったものの、黒人暴行死事件によって巻き起こされた全米における混乱というものが再燃する可能性や、もしくは違う手法を使ってアメリカの世論というものをかき乱すことによってトランプ大統領の支持率を下げる、そのような政治的な活動というものが中国主導で行われる可能性は十分にあります。これまでトランプ大統領は明白に中国の新型コロナウイルスの問題について言及しています。それに比べるとバイデンの中国批判というものは基本的にはぬるい状態ですから、中国としてはトランプ大統領が再選するよりもバイデンに変わった方が基本的には良いと考えているはずなのです。そういった意味においてトランプ大統領の足元を引っ張るような様々な活動に中国が関与している可能性は十分あります。中国国内においては習近平国家主席をその座から引きずり下ろそうといった政争などが起きているといった話もありますが、しかしそれはあくまでも対米戦略においてうまくいかなかった場合、彼を引きずり下ろそうということが可能になる話であって、アメリカの大統領が交代し、それによって対中国政策が緩和されるようなことがなれば、外圧が減った中国共産党にとってはそれこそ習近平を引きずり下ろす、そのための口実というのが失われるわけで、中国の勢いが盛り返すこととなります。そのような方向性へと定まれば、当然のように米中冷戦というものはだんだんと形をなさないものとなるでしょう。ですから日本にとっても非常に重要な岐路というものに立たされることとなります。トランプ大統領が新型コロナウイルスにかかったということ、それによってそれこそ歴史がこの後どのような方向性へと進むのかという、その岐路に立っているとも言えるのです。日本の報道においてはトランプ大統領が今後どうなるか、大統領選挙がどうなるかといったところで話を留めているものが非常に多いわけですが、このようにその後の歴史すらも実は大きく変えてしまうような出来事でもあるのです。だからこそ非常に重要だと言えるでしょう。皆さんはアメリカの大統領選挙の行方をどのように考えておられるでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。